Hi friends, this is 日本語レイオということで、本日はね、暑い。この単語についてより詳しくお話ししていきたいなって思っています。日本は今夏ということで、すごく暑い天気が続いてるんですけど、暑いってより具体的に話したいんですよね。例えばですけど、今回紹介する暑苦しいだったりとか、蒸し暑いみたいな言葉を使うと、じゃあ昨日どういう天気だったとか、どういう気温だったって言われた時に、具体的に説明できる、そういうフレーズがあるんですね。なので、今回のテーマでは、暑いをより詳しく伝えるためのフレーズである、暑苦しい、そして蒸し暑いっていう言葉についてお話ししていきたいなというふうに思います。やっていきましょう。まずはじめに、暑苦しいっていう言葉なんですけど、これはですね、暑いに苦しいって書いてあるから、暑くて苦しいんですよ。その名前の通りではあるんだけど、ちょっとね、それだけじゃわからないと思うので、辞書からね、引用します。はい。これ二つ意味あるんですね。一つ目は、気温や湿度が高く、熱気がこもったようで息苦しいこと。で、例文がね、あって、満員で暑苦しい車内っていうことですね。日本って満員電車とかをね、言われるぐらい。あれは通勤、通学のラッシュアワーって言うんですけど、すごく混雑している時間帯があるんですね。それはですね、会社の本社に近いところと郊外のところではちょっと違っていて、例えばですけど、僕は今ね、郊外に住んでるんですよ。東京の中でもね。例えばラッシュアワーの時間帯って、だいたいね、朝のね、7時半とか8時ちょっと前ぐらいが、すごく混んでる時間帯なんですね。でも、都心、渋谷とか新宿、池袋とかは、もう少し時間帯としては遅い。だからその8時から9時前とか、そのぐらいの時間がすごく人がね、すごく混んでて、そういう時にね、夏暑いんですよ。電車の中でエアコンとか扇風機とか、ついているんだけどね、暑いんですよ。そういう時にね、暑苦しいなーって思うんですよ、こうやって。人に揺られながらね、暑いなー、暑苦しいなー、暑苦しいなーっていう時に使う。そういう例文ですね。そして二つ目、いかにも暑そうに見えるって書いてあるんですけど、これはね、気温とかそういうものではなくて、暑苦しい服装だったりとか、暑苦しい人とか、そういう時に、この暑苦しいっていう言葉を使うんですよ。そう。なんか、あの人、すごく暑苦しい人だなとか、うわーっつってさ、暑苦しそうな人だなーいかにもいますよね。僕はあんまり暑苦しい人ではないんですけど、実際にね、なんかちょっと近くにいるだけでちょっと暑苦しい人みたいなね、イメージがある人も実際にいます。次行きましょう。次は、蒸し暑いっていう言葉ですね。蒸し暑いっていう言葉は、気温ばかりでなく湿度も不快なほど高い状態を言うという意味なんですけど、これは暑いという気温だけではなくって、湿度に関しても言っている言葉です。蒸しって書いてありますね。蒸しって、蒸すっていう方の意味です。蒸したじゃがいもとか、蒸しパンとか言うんですけど、いわゆる水の蒸気を使って作る料理のことを、蒸すっていう風に言うと思うんですけど、それを実際に気温のところで言い表した表現が、この蒸し暑いという表現です。これはですね、例えば、炎天下ずっと屋外で駐車していた車があるとするじゃないですか。で、その中にね、エアコンつけてないでそのまま入るんですよ。どこか外食どこかのレストランの中に入って、美味しかったね。たくさん食べました。で、じゃあ、戻ろっか、家帰ろっかって言った時にね、ずっと外に車が置いてあると、すごく蒸し暑いんですね。だからその中入った時に湿度も高いし、気温も高いしっていう状態の時に、そういう時にね、蒸し暑いねっていう風に言うんですよ。日本はやっぱり湿度が高い国です。はい。湿度がなくて暑いことをね、ちょっとカラッとした天気とか言うんですけど、全然違う。ムシムシする方の天気ですね。
天気というか気温ですね。っていうのが日本でございます。皆さんは暑いか寒いか、どっちの方が好きですか？僕は寒がりなので暑い方が好きなんですけど、ただ、暑い方が好きとはいえ、日中、特にお昼過ぎとか、午後の1時、2時とか、そういう時はあまり外出はしたくないですね。したくないですし、あまりその時間帯は外に出ていることは多くないです。そういう中でね、今回は暑苦しいと蒸し暑いについてお話しさせていただきました。どちらかというとね、蒸し暑いっていう言葉をよく使うと思います。日本とかだとね。でも、今日はすごい暑苦しかったよとかいう機会もすごくたくさんあると思いますのでね、この暑いだけじゃなくて、暑苦しいだったりとか、蒸し暑いっていう言葉を使えるようになると、よりグッドなね、日本語に近づけると思うので、一緒に頑張っていきましょう。ということで本日の動画は以上です。ありがとうございました。バイバイ。